聴者様こんにちは。スポーツ工学&パフォーマンスラボへようこそ。 MC のケンジです。皆さんこんにちは。解説のみさきです。今日初めて当チャンネルにお越しいただいた視聴者様も本当にありがとうございます。このチャンネルではスポーツのパフォーマンスを目、つまり視覚機能やメガネやコンタクトレンズといった工学的なアプローチから科学的に解き明かす情報をお届けしています。いやー、みさきさん、今日のテーマめちゃくちゃ熱いですよ。ズバリ、卓球における視力矯正と光掛けレンズ設計です。卓球って身近なレジャーでも大人気ですけど、競技としてのハードさはスポーツ界でもトップクラスですよね。まさにその通りです。ケンジさん、卓球台って残長が 2.74 メートルしかないじゃないですか。その限定されたわずかな空間の中でトップ選手が打つボールの速度は最高時速 170km にも達するんです。時速 170km、新幹線並みじゃないですか。それをたった 2.74 メートルの距離でやり取りするなんて正気の沙汰じゃないですよ。そうですよね。この極限状態においてプレイヤーに許された視覚的な反応時間、つまりボールを見てから体が反応するまでの時間ってわずか 0.2 秒前後しかないと言われています。0.2 秒、瞬き1回するくらいの瞬間ですね。そうなんです。その 0.2 秒という一瞬の間にプレイヤーの脳は猛スピードで迫ってくるボールの位置、軌道、回転、つまりスピン量、さらには相手の身体の向きやラケットの面の角度まで瞬時に分析して予測しなければならないんです。聞くだけで脳はパンクしそうです。でもそれだけの処理を支えているのが私たちの目であり視覚システムなんですよね。その通りです。スポーツビジョンと呼ばれる視覚機能、具体的には静止視力や動体視力、両眼で距離感をつかむ立体視新視力、ピントを素早く合わせる調節重脳機能が複雑に絡み合って、超高速のプレイを可能にしているんです。なるほど。でも美咲さん、普段みんなが眼科で測る視力とかメガネ屋さんで作るメガネってこういう卓球の激しい動きに対応できるように作られているんですか？実はそこが今日一番お伝えしたいポイントなんです。一般的な眼科検診や普段使いのメガネの度数設定、あるいは昔からこうやってるからというベテランプレイヤーのアドバイスって、スポーツ工学の観点から見るとかえって卓球のパフォーマンスを大きく邪魔してしまっているケースが本当に多いんですよ。親切心で教えてもらったアドバイスやいつものメガネが実はパフォーマンスを下げる原因になってるかもしれないんですか？そうなんです。今回はメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の視力に関する真実を運動生理学や工学の最新レポートに基づいて徹底的に解き明かしていきたいと思います。最後までじっくりお付き合いくださいね。さあ、美咲さん、まずは今回の解説の全体像というか、レポートで明らかになった重要なポイント、いわゆるエグゼクティブサマリーを視聴者様にガツンとお届けしていただけますか？わかりました。今回のレポートで明かされた衝撃的な発見は大きく分けて4つあります。ほう、4つの発見、ぜひ教えてください。まず1つ目は、卓球のトップ選手は単に目が良いだけでなく、ピントを切り替える調節順応機能が一般の人と比べて圧倒的に優れているという点です。ピントの合わせるスピードが桁違いってことですね。そうです。そして2つ目、両眼立体視、いわゆる新視力が阻害されると、卓球でのキャッチや打球の成功率が激減するという実験結果です。片方の目を隠すだけで10点満点中 9.9 点だった捕球成功率が一気に 6.9 点まで落ちてしまうというデータがあるんです。 9.9 から 6.9 へ、それ打球のタイミングが完全に狂っちゃうレベルですね。そうなんです。3つ目、これがシニアプレイヤーの方に特に聞いてほしい最大の罠なのですが、日用用の遠近療養メガネをそのまま卓球で使うと、構造的な欠陥のせいでボールが歪み、距離感が狂ってラケットのエッジに当たるミスが増えるという事実です。うわー、遠近療養メガネで卓球しちゃダメってことですか？ベテランのシニア選手でも使ってる人めちゃくちゃ多そうですが。多すぎます。だからこそメーカーやベテランが教えてくれない真実なんです。そして最後の4つ目は、卓球における完璧な視力矯正のためにはメガネよりもコンタクトレンズが圧倒的に有利であり、メガネを使う場合でも特的なハイカーブ補正やコントラストレンズが必要不可欠であるという結論です。なるほど。ただ単に視力を 1.0 にするとか、よく見えるメガネを作るだけじゃ全然ダメで、卓球という競技に特化した工学的なチューニングが必要だってことですね。その通りです。ここからはこの4つのポイントをさらに掘り下げて、運動生理学や工学理論のメカニズム、そして具体的な実践データや対策を一つずつ詳しく解説していきますね。それでは本格的な解説に入っていきましょう。まずはなぜ卓球において視覚機能がこれほどまでに重要なのか、
その競技特性について詳しく見ていきたいと思います。美咲さん、最初にもちらっとおっしゃっていましたが、卓球の反応時間って本当に 0.2 秒しかないんですか？はい、PMC、パブメットセントラルに掲載された大学生卓球選手と非選手における両眼立体視と反応時間に関する研究論文によると、卓球という競技は研究時の中でもトップクラスの球速と極めて短時間の反応速度を要求されるスポーツだと結論付けられています。 PMC 掲載の研究ですね。具体的に 2.74 メートルのコートで何が起きているんですか？スマッシュなどの最高球速は時速 170km に達します。ボールが相手のラケットを離れてから自分のコートに届くまで時間にしてわずか 0.2 秒程度しかありません。この 0.2 秒間に人間の脳と目は怒涛の情報処理を行っているんです。 0.2 秒の間に行われる処理って具体的にはどういう順番なんですか？まず第一に網膜にボールの像が入力されます。ここでボールの現在の位置や形を捉えます。第2に脳の視覚野という部分でボールの軌道、スピード、そして最も複雑なスピン量を解析します。同時に相手のフォームや体の向きからどこへ打ってくるかという予測も立てます。そこまでが目の役割ですね。はい。そして第3に、視覚運動統合、ビジオモーターインテグレーションと呼ばれるプロセスに入ります。解析した視覚情報を脳の運動野に送り、右手をこう動かして、ラケットの角度をこれくらいにして打てという指令をミリ秒単位の精度で全身の筋肉に出すんです。すばさまじい処理速度ですね。PC の超高速 CPU 並みの計算を脳と目がやってるわけですか。まさにその通りです。だからこそ、入力部分である目から入ってくる視覚情報に少しでもブレや歪み、遅れがあると、どんなに筋肉や技術が優れていても、脳が出す指令自体が狂ってしまうんです。なるほど。入力される情報がバグっていたら出力されるスイングもバグってしまうのは当然ですね。卓球において目が全ての起点になっている理由がよくわかりました。続いては視力そのものについて深掘りしていきましょう。美咲さん、一口に視力といっても卓球ではいろいろな種類の視力が関係してくるんですよね。そうなんです。私たちが普段学校や会社の健康診断で測る C のマーク、ランドルト管を見る視力は静止視力、スタティックビジュアルアキューティ SVA と呼ばれます。止まっているものをどれだけ細かく見分けられるかという能力ですね。はい、一番馴染みがある視力ですね。一方で、動いている目標をはっきり見極める能力を動体視力、ダイナミックビジュアルアキューティ DVA と呼びます。卓球では当然、動体視力が極めて重要になります。動いているボールを追うわけですから、動体視力が大事なのは直感的にもよくわかります。PMC に掲載された卓球チャンピオンと非選手の現行下における視力及び眼球調節重脳機能の比較という研究論文があるのですが、ここですごく興味深い事実が報告されているんです。おー、トップ選手と普通の人を比較した研究ですね。どんな違いがあったんですか？熟練した卓球選手は一般の人と比べて部屋が暗くなった低照度環境下での視力低下が少ないということ。そしてピントを遠くから近く、近くから遠くへと急速に切り替える調節順応機能において統計的に著しく優位な優位性を示したんです。部屋が暗くなっても見えにくくなりにくくて、ピント調節のスピードが圧倒的に速い。そうなんです。さらにエリート選手たちの視覚検査データは非常に均一で、個人差標準偏差がとても小さい傾向がありました。つまり卓球で頂点に立つためにはピントを高速で合わせ直す調節順応機能が高水準で安定していることが必須条件だと言えるんです。相手のコートにある遠くのボールからネットを越えて自分の目の前に迫ってくる近くのボールまで一瞬でピントを合わせ続けなきゃいけないですもんね。そりゃピント調節能力が鍛えられていないと追いつかないわけだ。今お話に出たピント強節と多球動作のつながりについてもう少し詳しく教えてください。目から入った情報がどうやって身体の動きに変わるのか、メカニズムを知りたいです。了解しました。それが先ほど少し触れた視覚運動統合、ビジョンモーターインテグレーションのプロセスです。これを3つのステップに分けて説明しますね。お願いします。ステップ1は網膜上の増入力です。ここでは静止視力と両方の目で見る両眼視差を使ってボールの正確な位置や形状、空間的なポジションを捉えます。まずはカメラレンズのように画像をキャッチする段階ですね。はい。ステップ2は視覚野での運動解析です。ここでは動体視力と経験に基づく予測的視認行動、ビジュアルサーチストラテジーが働きます。相手の肩の動きやラケットの振りからボールの軌道や速度、スピンを弾き出します。過去のデータの蓄積と動体視力のフル回転ですね。
そしてステップ3が視覚運動統合と運動出力です。解析結果が脳の運動野へ伝達され、ミリ秒単位の精度でどの位置でどの角度でどれくらいの力でラケットを振るかというストローク動作が実行されます。打球の直前までボールの軌道を微修正し続けるのもこの機能のおかげです。はあ、0.2 秒の間にキャッチして解析して身体を動かすという3ステップが完璧に連携しているんですね。そうなんです。もし最初のステップで視力が不十分だったり、度数がずれていて網膜上の像がぼやけていたら、ステップ2の解析結果もずれて、最後のステップ3では打球点が数センチずれてミスショットになるというわけです。なるほど。目という最初のセンサーが狂っていると、どんなに素早いフットワークや美しいスイングを持っていても台無しになっちゃうということですね。視覚運動統合の重要性がすごくよく理解できました。さて美咲さん、次は立体視や新視力について取り上げたいと思います。卓球ってボールが自分に向かって前後左右に激しく動きますから、3次元の奥行き感をつかむ能力が命ですよね。まさに命です。両眼立体視、ステレオプシスや新視力、デプスパーセプションは3次元空間においてボールの接近速度や正確な距離感を把握するための中心的な役割を果たしています。これに関するものすごい実験データがあるとお聞きしたのですが。はい。パブメドに掲載されたプロ卓球選手における両眼立体視の機能的意義という論文で紹介されている中国のセション生代表チームのエリート選手たちを対象にした有名な実験があります。卓球王国中国のセション生代表チームですか。超トップレベルの選手たちですね。どんな実験をしたんですか？ TNO テスト、バターフライテスト、フリスビーテストという専門的な測定器を使って彼らの新視力域値を測ったところ、まず全員が一般の人たちよりもはるかに優れた立体視能力を持っていました。そして次に片方の目を眼帯などで遮蔽して強制的に勘眼し、立体視ができない状態にさせて卓球マシンから飛んでくるボールを捕球、キャッチさせるテストを行ったんです。両目で見ている時と片目を隠した時でどう変化したんですか？両目で見ている時の捕球成功率は10点満点中 9.9 点というほぼ完璧な数字でした。ところが片目を遮蔽して立体視を奪った瞬間、捕球成功率はなんと 6.9 点まで大幅に急降下したんです。9.9 点から 6.9 点へ、世界トップクラスの視聴代表センスが手でボールをキャッチするだけのテストでそんなにミスしちゃうんですか？そうなんです。どんなに世界の頂点レベルの技術を持った選手であっても、両眼による立体視、新視力が奪われると、3次元での距離感が一気に崩壊してしまうことを証明した衝撃的なデータなんです。すごい実験ですね。片目を隠さなくても、例えば左右の視力バランスが崩れていて片方の目があまり見えていない状態だったら、これに近いことが起きてるってことですよね。 Word for word。片目の視力が極端に低い不等々や度数ずれがあると、脳は正確な立体感を得られず、打球成功率がガクッと落ちてしまうんですよ。両眼立体視がうまくいかないと、打球の時に具体的にどういうエラーが起きてしまうのか、もう少し詳しくメカニズムを知りたいです。わかりました。PMC 掲載のスポーツ視覚機能に関する総合レビュー論文によると、人間が物体を見るとき、特に物体が自分の顔に向かって急接近してくるモード、これをアプローチングモードと呼びますが、この時に両眼視差の正確性が最も強く要求されるんです。アプローチングモード、まさに相手が打ったボールがネットを越えて自分のコートに飛び込んでくる瞬間ですね。そうです。ボールが離れている時よりも自分の周りに近づければ来るほど左右の目の角度、見え方のギャップが大きくなりますよね。脳はこのギャップ、両眼視差を計算して、あと何ミリ秒でどの位置に届くかをミリ単位で弾き出しています。離れている時より近づいてきた時の方が両目のバランスが重要になるわけですね。その通りです。もし左右の視力バランスが崩れていたり、後で解説するメガネのレンズ歪みなどがあると、脳はこの接近してくる物体の奥行き運動を正確に演算できなくなります。その結果発生するのが時間的誤差、テンポラルエラーズと空間的誤差、スペーシャルエラーズです。時間的誤差と空間的誤差。時間的誤差というのは振り遅れや早振りです。ボールが届くタイミングの予測が数ミリ秒ずれてしまう。空間的誤差というのは高低差や左右のずれです。ボールがあると思っている位置と実際のボールの位置が数センチずれてしまう。振り遅れて詰まっちゃったり空振りしたり、ラケットの角に当たってボールがあさっての方向に飛んでいったりする、まさにあの現象ですね。そうなんです。プレイヤー自身は自分の反射神経が落ちたのかなとかフォームが悪いのかなと悩みがちなのですが、
実は両眼者が阻害されて脳に入力される空間情報が狂っていたという工学的生理学的な理由が原因であることが非常に多いんですよ。いやー、目から鱗の話ばかりです。さて次は目の屈折異常、特に乱視について教えてください。メガネを作るときに救命度数 S 度数と乱視度数 C 度数ってありますよね。卓球において乱視ってどれくらい影響するんですか？乱視は卓球のパフォーマンスを落とす隠れた最大の犯人と言っても過言ではありません。隠れた最大の犯人？パブメットに掲載されたサッカー日本代表クラスを含むトップアスリートの資格研究、Relationship between Dynamic Visual Acuity and Static Visual Acuity, Refractive Error and Binocular Vision in Elite Players によると、未調整の近視性乱視や静止視力の低下は、動体視力 DVA の低下と極めて強い相関関係があることが実証されています。乱視を放っておくと動体視力がダイレクトに落ちちゃうんですか？そうなんです。工学的メカニズムを解説しますね。乱視が存在すると、目の中で屈折力が強い強手痙線と屈折力が弱い弱手痙線という2つの軸ができてしまいます。すると網膜に映る像に決まった方向の方向性の歪みやブレが発生するんです。ブレや歪みですか。具体的にはどう見えちゃうんですか？例えば、丸いボールが少し楕円形に引き伸ばされて見えたり、ボールの輪郭が二重にブレて見えたりします。灯っている状態ならちょっと見づらいなーで済むかもしれませんが、これが時速100キロ以上で動くと像のブレが何倍にも増幅されてしまうんです。うわぁ、ただでさえ速いボールがブレて伸びて見えたらどこを打てばいいのかわからなくなりますね。その通りです。だからこそ卓球における視力矯正では、単に近視の度数 S 度数を合わせるだけでは不十分で、乱視度数 C 度数とその角度である乱視軸英訳指数を一度単位で超精密に補正することが求められるんです。一度単位の精密補正。普通の生活なら軸が数度ずれてても生活できるようで済むかもしれませんが、卓球ではそのわずかなずれが動体視力を破壊しちゃうわけですね。乱視の影響についてもう少し深掘りしたいのですが、卓球といえばやっぱりスピン、回転の読み合いですよね。上回転トップスピン、下回転バックスピン、横回転。乱視があるとこの回転も見えにくくなるんですか？まさにそこが一番の打撃を受けます。乱視によってボールの境界線や表面がブレると、主に2つの重大な問題が発生します。ほう、2つの重大な問題。ぜひ教えてください。1つ目はスピンの見極め不能です。卓球のボールってメーカーのロゴマークや3スターの刻印が入っていますよね。トップ選手はあのロゴマークの回転具合やボールの表面模様、軸の傾きを目で見て回転の種類や量を判別しています。あの高速で回っているボールのロゴマークを見ているんですか？見ているんです。あるいは回転によるボール表面の光の反射パターンを捉えています。しかし乱視で像がブレていると、ボール表面の模様が潰れてしまって、回転軸が全く認識できなくなるんです。下回転だと思ってつっつきに行ったら猛烈な上回転でオーバーミス、なんてことが頻繁に起きます。怖い。完全に相手の罠にはまっちゃいますね。もう一つの問題は何ですか2つ目はコース予測の遅れです。相手が打ったボールが直進するのか、曲がる変化軌道を描くのかの見分けが遅れ、反応速度がミリ秒単位で低下します。0.2 秒しか反応時間がない世界でミリ秒単位の遅れは致命的すぎますね。はい。卓球は回転の格闘技と呼ばれるほどスピンの読みが重要なスポーツですから、乱視を放置することは目隠しをして格闘技のリングに上がるようなものなんですよ。乱視の恐ろしさがよくわかりました。じゃあとにかく度数を強くしてくっきりはっきり見えれば良いのかというと、実はそうでもないんですよね。その通りです。ここも非常に重要なポイントで、度数設定における過矯正と低矯正の両方が卓球のパフォーマンスに強い負の影響を与えてしまうんです。まずは過矯正、つまり必要以上に強い近視度数のレンズを入れてしまうケースですね。これの何が問題なんですか？近視の度数を強くしすぎると、遠くのものは確かにくっきり見えます。しかしネット際から卓球台周辺という中近距離のボールを追うときに、目の中にある毛様体筋という筋肉を過度にしぼませて、強引にピントを合わせ続けなければならなくなります。常に目に力が入った状態になっちゃうわけですか？そうです。常に毛様体筋を収縮させていると、目の中のピント調節機能である調節順応の柔軟性が阻害されてしまいます。その結果、激しい眼精疲労を引き起こすだけでなく、工学的な錯覚によってボールが実際よりも遠くにあるように感じてしまうという距離感の錯覚が発生するんです。過強形成のせいで実際よりボールが遠くに見える？そうなんです。実際の位置より遠くに見えてしまうと、
自分ではぴったりのタイミングでラケットを出したつもりでも、ボールはすでに手前に来ていて詰まってしまうというミスが連発します。遠くがよく見えるから度数は強い方がいいでしょうと思って強めのメガネを作ると、手前の攻防で距離感が狂って作れやすくなるなんて完全に裏目に出てますね。可矯正がダメなら逆に目を疲れさせないためにあえて少し弱めの度数にするという低矯正はどうなんですか？日常のメガネだと 1.0 くらい見えれば十分ですよって言われることも多いですよね。実は卓球においてその低矯正はもっと危険なんです。弱めにするのもダメなんですか？松本眼科のドクターブログ「スポーツに必要な視力は」などの専門解説でも明確に述べられていますが、低矯正で静止視力が 1.0 未満に低下すると、競技に必要な運動パフォーマンスの発揮割合が著しく減少してしまいます。 1.0 未満だとパフォーマンスが落ちる。はい、球技種目の中でも卓球はプロ野球などに次いで最も高い強制視力を要求される競技の一つなんです。選手が持っている技術力を 100% コート上で発揮するためには 1.2 以上の強制視力が不可欠とされています。 1.2 以上ですか。普段の生活なら 0.8 や 1.0 でも困りませんが、卓球のコートに立つなら 1.2 から 1.5 レベルの視力が必要なんですね。そうなんです。視力が 1.0 未満だと、高速で迫るボールのコントラストや微細な回転が見えなくなり、脳が判断を下すまでに無駄なコンマ数秒の遅れが生じます。なるほど。強すぎても可矯正、ピント調整がバテて距離感が狂うし、弱すぎても低矯正、情報がぼやけて反応が遅れる。ぴったり絶妙な完全矯正、目標視力 1.2 から 1.5 をピンポイントで狙わなきゃいけないわけですね。さあ、ここからは本レポートの超目玉テーマ、シニアプレイヤーや40代以上のベテラン選手にぜひ聞いていただきたい内容です。美咲さん、サブタイトルにもあるメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない真実、日常用の遠近療養メガネの話ですね。はい、ここを語らずして卓球の工学は語れません。40代、50代、60代と年齢を重ねると、どうしても目のピント調節力が落ちて、老眼という調節力の低下が始まりますよね。はい、日常生活で手元のスマホや書類が見えづらくなるやつですね。そこで多くのシニアプレイヤーの方が普段の生活で使っている遠近療養メガネ、累進屈折力レンズをかけたまま卓球のプレイに入ってしまうんです。あるいはメガネ屋さんで卓球もやるなら遠近療養にしておきましょうと勧められたり、ベテラン選手から慣れれば遠近療養でも大丈夫だよと言われたりします。よくある光景ですね。遠くの相手コートも手元のボールも見えそうだから一見すると便利そうですもんね。しかしスポーツ工学の観点から言えば、日常用の遠近療養メガネをそのまま卓球で使うことは致命的な相告、つまり絶対にやってはいけない最大の NG 行為なんです。致命的な相告、すまざしい強い言葉が出ました。なぜそこまで言い切れるんですか？眼科専門医の知見を伝える週刊怪し眼科の解説や女神専門店の技術ブログなどでも詳しく指摘されていますが、遠近療養レンズというものはレンズ上部の遠くを見るエリアから下部の近くを見るエリアにかけてレンズの度数が滑らかに変化するグラデーション構造になっているからです。この物理的構造が卓球の動きと決定的に相性が悪いんです。遠近療養レンズの度数が上から下へグラデーションで変わる構造がなぜ卓球で悪さをするのか、もっと具体的に工学的な理由を教えてください。遠近療養レンズには物理的に絶対に避けることができない2つの構造的欠陥が存在します。1つ目が側方非点集差エリア、別名歪みゾーンの存在です。側方非点集差、難しそうな言葉ですが、どういう意味ですか？レンズの中央部分はきれいに見えるのですが、度数を上下で変化させるしわ寄せとしてレンズの左右の両端に激しい光の歪みや歪曲が発生するゾーンが絶対にできてしまうんです。レンズの端っこが見えにくくて歪むあの現象ですね。卓球って顔を完全に正面に向けたまま目線だけを左右に高速移動させてワイドなコースを追う場面がすごく多いですよね。その時、視線がレンズの両端の歪みゾーンに入った瞬間にボールの形が大きく変形しぐにゃりと曲がって見えてしまうんです。うわー、ボールが視界の端に行った瞬間に変形しちゃうんだ。2つ目の欠陥が空間跳躍揺れ現象です。レンズの上から下へ視線を動かすと像の拡大率倍率が急激に変化します。相手コート遠方から自分のコート中高へと、打球点手前下方へと視線が上下に素早く動いたとき、背景やボールがゆらゆらと揺れ動いたり、位置が一瞬ジャンプして飛ぶように見えるんです。空間跳躍、ボールがゆらゆら揺れたりジャンプして見えたらまともに打てるわけがないじゃないですか。
美咲さん、シニアの卓球プレイヤーの方からよく聞く悩みで、昔に比べて大きく動いた後にボールが急に見えなくなって空振りしたり、ラケットの角に当たってしまうことが増えたんだよね、という話がありますよね。はい、まさに週刊怪し眼科などの専門ブログでも非常に頻繁に取り上げられている代表的な悩みですね。これってご本人はやっぱり年を取って体幹がブレたのかなとか、反射神経が衰えたのかなって加齢のせいにしがちじゃないですか。そうなんです。でも実は反射神経や技術の低下ではなく、遠近療養レンズの移行体、度数が変わる境目エリアを視線が通過した瞬間に、脳に入力される空間の距離情報が一瞬で狂う光学的錯覚が起きていることが直接の犯人なんです。加齢ではなく、レンズが起こす光学的錯覚が犯人だった。そうです。脳はボールはこの位置にあると認識してストロークを開始しています。しかし目線がレンズの下側に移動して度数が変化した瞬間、レンズ越しの見かけ上のボール位置が数センチ単位でふわっとずれてしまうんです。数センチのズレ。卓球のラケットの枠画の幅なんて数ミリから1センチ程度ですから、空間が数センチずれたらそりゃスイートスポットを外れてエッジに直撃しますよね。方向にその通りです。腕が鈍ったと自分を責めていたシニアプレイヤーの方が、実はメガネのレンズ構造に足く引っ張られていたと思うと、本当にもったいない話ですよね。いやー、本当にもったいないです。じゃあ、老眼を自覚し始めた40代以上のプレイヤーやシニア層の皆さんは一体どうすればいいんですか？卓球をする時の正解の選択肢を教えてください。正解の対策は大きく分けて2つあります。ぜひ教えてください。まず1つ目の正解は、卓球専用の単焦点メガネを作成することです。日常用の遠近療養ではなく、レンズ全体がたった1つの均一な度数でできている単焦点レンズのメガネを卓球をプレイする時だけ掛け替えるんです。遠近療養を脱ぎ捨てて卓球専用の単焦点メガネにする。その時の度数の合わせ方にコツはあるんですか？大ありです。メガネハットの専門ブログ、40代以上の人は知ってほしいスポーツに選ぶべきメガネレンズとはでも解説されていますが、焦点距離を卓球台のエンドラインから対戦相手までの距離、だいたい 1.5 メートルから4メートル前後が最もはっきり見える度数に設定するんです。わずかに近距離寄りの単焦点ですね。 1.5 メートルから4メートル。まさに卓球のラリーが行われるドンピシャの距離ですね。そうなんです。この度数で単焦点レンズを作れば、レンズの端っこにある歪みゾーン、側方非点集差が一切なくなります。どこを見てもクリアで、視界全体で正確な距離感が得られるんです。なるほど。もう一つの正解は何ですか2つ目の正解は、コンタクトレンズ、単焦点を装用することです。コンタクトレンズで遠方にピントを合わせれば、遠近療養メガネのような像の揺れや投薬、端の歪みが 100% 存在しません。最も自然な3次元の空間認知が可能になります。卓球プレイ時だけでも卓球専用単焦点メガネか単焦点コンタクトに切り替える。これだけでエッジ打ちや空振りの悩みが一気に解決する可能性があるわけですね。ここまでのお話で卓球と視力の深い関係がよく見えてきました。ここで一回プレイヤーの熟練度や年代に応じた最適な視力矯正の目標値を整理していただけますか？はい。わかりやすく4つのプロファイルにまとめて表のように解説しますね。お願いします。まず、初級者、趣味層の方。目標矯正視力は 1.0 から 1.2 です。過矯正にならない標準的な単焦点レンズで、基礎的な手眼協調性、ハンドアイコーディネーションとボールの軌道をしっかり学習する環境を整えます。まずは標準的な完全矯正で 1.0 から 1.2 をしっかり確保ですね。次に、中級者、競技志向層の方。目標矯正視力は 1.2 から 1.5 です。救命度数だけでなく、乱視度数や軸を精密補正した単焦点レンズ、またはスポーツ用コンタクトを採用します。高速ラリーでの動体視力、DBA を最大化し、両眼立体視の域値を最適化してインパクトの精度を上げます。勝つための卓球をするなら、1.2 から 1.5 の精密補正ですね。そして、3上級者トップアスリート層。目標矯正視力は 1.2 から 1.5 以上で、特に左右の視力バランス、両眼均衡を厳密に整合させます。第一選択はスポーツ用コンタクトレンズです。低照度下でのコントラストを維持し、予測的視認行動の精度を極限まで高めて、わずかな時間誤差も排除します。左右のバランスをミリ単位で揃えるのが超トップ層の世界なんですね。最後に、シニア、老眼層、40代以上の方。目標矯正視力は遠方から中間で 1.0 から 1.2。遠近療養レンズはコート上から完全に排除し、卓球の視距離
1.5 メートルから4メートルに合わせた卓球専用単焦点メガネ、あるいは単焦点コンタクトレンズを使用します。歪みや空間投薬をゼロにして打球ミスを防ぎます。自分のレベルや年齢に合わせて目指すべき視力やレンズのタイプがはっきりわかると、メガネ屋さんや眼科での注文がすごくスムーズになりますね。さて、美咲さん、先ほどからコンタクトレンズという言葉が何度も出てきていますが、卓球においてはメガネとコンタクトレンズ、結局どちらが工学的に優位なんですか？結論からズバリ申し上げますと、光学性能、物理的安定性の観点から見れば、卓球にはコンタクトレンズが圧倒的に最適です。おー、コンタクトレンズの圧勝ですか。異質な卓球ブログなどの卓球専門メディアでもメガネとコンタクトの比較はよく議論されていますが、具体的にどういう項目で差が出るのか教えてください。6つの評価項目で比較してみましょう。お願いします。1つ目は有効視野、フィールドオブビューです。メガネはフレームの枠による物理的な見えにくさがあって周辺視野が制限されますが、コンタクトレンズは網膜全域に直接光が入るため、フレームの遮蔽が一切なく360度の広い視野が得られます。確かにメガネだとフレームの縁が視界に入りますもんね。2つ目は頂点距離と像の拡大縮小です。メガネは目と角膜の間に約12ミリの距離、頂点距離があります。強めの近視メガネだと像が小さく縮小されて現実の距離とズレが生じます。一方、コンタクトは角膜に密着するため、像の倍率変化がほぼゼロで、等倍の自然な空間感覚が得られます。約12ミリの隙間があるだけで、物の大きさが変わっちゃうんだ。3つ目は、プリズム作用と斜め視です。メガネで目だけを動かしてレンズの端、周辺部を見ると、光が斜めに曲がるプリズム作用で像の位置がずれます。コンタクトは黒目の動きと一緒にレンズも動くので、常にレンズの中心越しにボールを見ることができ、位置ずれが起きません。目を動かしても常にレンズの中心で見られる。これはコンタクトならではの強みですね。残りの3つはどうですか？ 4 つ目の力学的安定性では、メガネはフットワークでずれたり、汗で滑ったりしますが、コンタクトはずれません。5つ目の汗環境耐性でも、メガネはレンズに汗が飛んで乱反射しますが、コンタクトは表面に汗がたまりません。なるほど。じゃあ6つ目のフィルター機能防護はどうですか？ここだけはメガネの勝ちですね。眩しさを抑えるカラーフィルターや、万が一ボールが目を直撃した時の物理的な保護機能はメガネが得意とするところです。しかし、総合的な見え方の精度や動作への追従では、コンタクトレンズが圧倒的に卓球向きなんです。コンタクトレンズが優れているのはよくわかりました。でもドライアイだったり体質的にコンタクトがつけられないプレイヤーの方もたくさんいますよね。そういう方がメガネで卓球をする場合、どういうスペックのメガネをつければいいんでしょうか？安心してください。コンタクトが使えない場合は、日常用のメガネではなく、スポーツ工学の最新技術を詰め込んだ卓球専用スポーツアイウェアを仕立てることで、デメリットを最小限に抑えることができます。おお、卓球専用スポーツアイウェア。具体的にどんな条件を満たせばいいんですか？必須スペックは大きく分けて4つあります。1つ目は6カーブ以上のハイカーブ補正レンズの採用です。本屋ビジョンキラカンパニーのスポーツレンズ資料などでも詳しく紹介されていますが、顔のラインに沿ってお顔を包み込むようなカーブの強いスポーツフレームを使う場合、レンズを斜めから見ることによる非点集差やプリズム誤差を補正するスポーツ専用の内面非救命設計のレンズを使う必要があります。顔にフィットするカーブしたメガネでも、レンズ自体が斜め視の歪みを補正してくれる専用レンズがあるんですね。2つ目のスペックは2つ目は高ホールドするノーズパッドおよびバンドです。激しいフットワークや発汗でも目とレンズの距離や角度が絶対にずれない頑丈なフィッティング構造が必要です。ずれないフレーム構造。3つ目はコントラスト強調機能です。メガニのアマガンヨリルのスポーツアイウェア解説などでも話題のフィジカルサポートカラーなどの特殊カラーフィルターを採用します。卓球台の青や緑、ボールの白やオレンジのコントラストを劇的に高め、体育館の強烈な天井照明による眩しさ、グレアをカットします。ボールがくっきり浮かび上がって見えるカラーレンズですね。そして4つ目は両面超撥水、防音、防腐ドン曇り止めコーティングです。飛び散る汗をはじき、体温上昇によるレンズの曇りを物理的に防止する技術加工を施します。この4つのスペックを揃えれば、メガネプレイヤーでも最高のパフォーマンスを発揮できますよ。いやー、美咲さん、卓球における視力とレンズの科学、本当に奥が深いですね。ここで改めて視聴者様が自分の視覚環境を見直し、パフォーマンスを爆発的に引き上げるための実践的な4つのステップを整理してみましょうか。はい、
明日からの練習やメガネ選びにすぐ活かせる4ステップにまとめました。ステップ1からお願いします。ステップ1、完全矯正視力 1.2 から 1.5 の確認と精密な乱視補正。まずはご自身の現在の矯正視力を眼科や専門店でチェックしてください。もし 1.0 未満の低矯正でプレイしているなら、度数を見直し、特に乱視のシード数と図く A エクシスを1度単位で精密補正して、動体視力と新視力を解き放ちましょう。乱視の精密補正が鍵ですね。ステップ2は、ステップ2、日常用遠近療養メガネの即刻排除。40代以上のプレイヤーの方は、卓球を打つときに日常用の遠近療養メガネを使うのをすぐにやめましょう。コンタクトレンズに変更するか、卓球のプレイ距離 1.5 メートルから4メートルにピントを合わせた卓球専用の単焦点メガネを準備してください。これだけでラケットのエッジに当たるミスが激減します。遠近療養から専用単焦点への切り替え、これぞ知る人ぞ知る裏技ですね。ステップ3は、ステップ4、双葉形態の最適化、コンタクト第一選択。視野の広さと増倍率の狂いをなくすため、可能であればコンタクトレンズを第一選択にします。メガネを使用する場合は、先ほどご紹介したハイカーブ補正、コントラストカラー、高ホールドフレームを採用したスポーツ専用メガネを構築します。安藤、最後のステップ4は、ステップ4、視覚トレーニング、ビジョントレーニングの導入。工学的なレンズ補正を行った上で、眼球をスムーズに動かす運動や、ピント調整力を鍛えるビジョントレーニング、オルソプティクスを日々の練習に取り入れます。補正されたクリアな視覚情報と脳身体の動きを統合、ビジュアルモーターインテグレーションさせることで、パフォーマンスが覚醒します。ありがとうございます。今回徹底解説してきた内容を振り返ると、卓球における視力矯正って単に文字をはっきり見せるためのものじゃないんですよね。方向にまさにその通りです。卓球における視力矯正とは、0.2 秒という極限の世界で脳に正確な3次元空間情報を送り込むためのパフォーマンスチューニングなんです。パフォーマンスチューニング、かっこいい言葉ですね。F1 マシンがエンジンやタイヤを精密にセッティングするように、卓球プレイヤーも自分の目というセンサーを最高レベルにチューニングする必要があるわけだ。はい。メーカーのカタログスペックや昔からのベテランプレイヤーの勘だけに頼るのではなく、最新の運動生理学や工学理論に基づいた適切な視力矯正を行うこと。これこそがプレイヤーの中に眠っている本当の技術と運動能力を真に覚醒させるための不可欠な鍵となります。いやー、今回の解説を聞いて自分のメガネやコンタクトを見直したくなった視聴者様も多いんじゃないでしょうか。ぜひ一度ご自身の見え方の環境をチェックしてみてくださいね。ということでお届けしてまいりました、卓球パフォーマンス向上における視力矯正及び光学レンズ設計の理論と実践、いかがでしたでしょうか。当チャンネルではこれからもスポーツと視覚の深い関係を科学的に解き明かしていきますので、次回もどうぞお楽しみに。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。